皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性と有用性を啓蒙する動画を配信しています。第4章4-12において、定常状態にある代謝反応ネットワークの代謝物濃度をニュートン・ラプソン法により計算する方法について説明しました。本法は一般的に用いられる求根法ですが、初期推定値を根の近くに設定しなければ計算が収束しにくいという欠点を持ちます。この問題はどのような求根法でも生じます。しかし、実用的にはできるだけ広い収束領域を与える求根法を使用した方が有利です。このため、私は広範囲の初期推定値から収束しやすい S システム解法を使うようにしています。ただし、あまり知られていませんが、本法では定常状態値の計算精度の低下の問題が生じる可能性があります。そこで、今回はこの問題についてお話しします。理解を容易にするため、次のような簡単な代数方程式を考えましょう。本式の根は 1.754877662467 です。この値、すなわち fx イコール0を与える x の値を計算するため、ニュートン・ラプソン法では次の反復公式を用います。この計算には1式に対する微分値が必要です。1式は簡単なため解析的に微分した式、すなわち3式を2式へ適用して反復計算を実行することができます。一方、方程式が複雑であったり、方程式の数が多かったりする場合、微分値を数値的に計算した方が都合が良いですね。ニュートン・ラプソン法の場合、少しばかり精度が低い数値的に計算した微分値を使っても根は正しく求められます。すなわち根の精度は基本的に微分値の精度に依存しません。これがなぜそうなるかは自分で考えてみてください。ただし、微分値の精度が低い場合、収束が完了するまでに多くの反復計算が必要となります。それでは S システム解法ではどうでしょうか。本法を適用するため1式を次のように変形します。ここで V プラス V マイナスは自式で与えられます。4式に対して S システム解法の反復計算式は次のようになります。ここで G、H、アルファ、ベータの値は自式により計算します。ニュートン・ラプソン法の場合と同様、方程式が簡単である場合、8、9式の計算には解析的な微分式を使うことができます。しかし、式が複雑であったり、連立方程式であったりする場合、微分値を数値計算により求めた方が楽です。S システム解法では、この時一つの問題が生じます。数値的に求めた微分値の精度が低い場合、収束値は得られますが、微分値の精度が7式による X の計算値に直接影響を与えてしまいます。この問題を年金の修正 TCA サイクルモデルを使って説明しましょう。
本システムは13個の連立微分方程式からなります。よって代謝物濃度、すなわち従属変数は13個となります。また、酵素、補酵素などの濃度、すなわち独立変数が37個含まれます。その数式モデルは次の通りです。ニュートン・ラプソン法による定常状態値は次のようになります。これらの値は丸名誤差の範囲内で正しい定常状態濃度です。すなわち14から16桁の正しい数値を持っています。これは右の表において定常状態値を代入して求めた関数値の値がほぼ0であることからわかります。一方、S システム解放による計算値は次のように与えられました。収束したため S システム解放により得られた根も正しく求められたように思われます。しかしながらこれらの収束値を元の方程式へ代入した時の計算値は次のようになりました。すなわちその多くはほぼ0ですが、いくつかは10のマイナス2乗のオーダーにあります。これらの計算値をニュートン・ラプソン法によるものと比較してみましょう。x13 の値だけ2桁しか一致していないですね。これはどういうことでしょうか。ここでは有限差分法による微分値を用いました。本法の計算精度は10ないし15桁の範囲で与えられます。この値は7式からわかるように収束値に直接影響を与えます。したがって前述の定常状態値は完璧に正しい微分値ではありません。もちろん収束値は得られているし、その精度は真の値にほぼ一致することから、それくらいの精度で十分ではないかと考える人がいるでしょう。しかし、私はこの時の計算値は正しくなければならないと考えます。なぜならば、定常状態濃度の計算値を使い、さらにネットワークの定常状態感度を計算するからです。それではこの問題はどのようにして解決できるでしょうか。微分値の精度を高めれば良いですね。しかし、微分値を数値的に精度よく計算するのは難しいです。有限差分法しか知らない人は、この問題の解決は無理だと思うでしょう。最近ではコンピューター上で関数式を変形し、解析的な微分式を与えるソフトウェアがいくつかあります。これらを用いるのが一つの案です。しかし、この場合、そのソフトウェアが常に必要となります。もし超高精度で微分値を与える数値計算法があれば、これを使用したいですね。以前、私の動画で複
素関数に対するテーラー展開式に基づく数値微分法、すなわち複素微分法を紹介しました。本法では計算値が常に丸目誤差程度で得られます。したがって本法を導入することで問題が解決できそうですね。これについては次の動画でお話しします。結論は S システム解法により今後正確に計算したい場合、与えられた関数に対する同関数式、すなわち微分式、もしくは丸目誤差程度で微分値を与える数値微分法を使用する必要があります。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。チャンネルの登録をお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。